アローハ、エコモマイ、ハワイのテリーです。今日は2021年3月31日、朝会社に行く前にハワイニュースナウというハワイのローカルのニュースを見ていましたら、ハワイの不動産の中間価格が史上最高値を更新しました。92万ドルが中間価格となり、コロナ禍でもハワイ不動産は好調です。朝のニュースの話からでした。今日は第8回目の配信となります。今日はちょっと特殊な名義、トラストを不動産名義にする場合についてお話ししたいと思います。後半にはメリット、デメリットをまとめてみました。またちょっと難しい単語が出てきますので、頑張って覚えてみてください。覚え方も私なりに後でちょっと考えてみました。この動画を見ると、トラストとは何か専門用語で理解できます。専門用語が使えると、アメリカではこの人は分かっているなと思われます。またトラストを理解することにより、ハワイ不動産の購入予定、すでに物件をお持ちの方は今から見直すことができ、相続の時に必ずお役に立ちます。本題の前に相続制度の日米の大きな違いをお話ししたいと思います。日本では相続というと、家業を継ぐといい、家はビジネスのような主体で継承していくのが昔ながらの日本の相続スタイルと言えるかもしれません。その点、アメリカでは個人というものが尊重され、価値が大きく、相続というのは個人の自由にできます。日本にはもともと財産が個人に帰属するという考えがなかったため、相続という考え方が西洋から輸入されることによって相続制度が出来上がったというのが歴史的な流れです。日本での相続というと民法が優先し、ここアメリカでは個人の意思で自由に決めることができるというのが大きく違う背景になります。今回のお話は日本とアメリカの制度が全然違うため、一度日本語や日本ではを忘れ、頭を真っ白にして聞いてみてください。特に専門用語などはそのままの英語での単語を覚えることをお勧めします。何でも和訳するというのはよくありません。誤解が生じるからです。余談ですが、発音はあえてネイティブスピーカーを前にするとき以外気にされなくてよいと思います。私もあえてこの動画では日本の方に聞きやすいように日本語の発音にしています。ここで言いたいのは、その単語そのままの意味を受け入れる、他の言語に置き換えないということを伝えたかったんです。さて、本題に入りますが、トラストとは何でしょう。英語でトラストとは I trust you みたいに信用する、あなたを信用しますよとの意味で口語でよく使われます。そしてビジネスですと、トラストとは信託とよく訳されるかもしれません。信託と言われてもあまりピンとこないかもしれません。信託は忘れてもらって大丈夫です。ズバリトラストとは相続対策で作られ、プロベイトの回避目的で作られます。また新単語プロベイトとは何でしょうか。プロベイトとは裁判所の監視下で相続手続きが行われることです。アメリカではウィル、
遺言書があっても相続手続きはプロベートを通すことになります。遺言書にハワイの不動産は長男に託すと明記している場合でもプロベートは必要になります。ここアメリカでは遺言書があってもプロベートになる遺産分散、相続手続きになってしまいます。遺言書は亡くなって初めて効力を持つ法的書類になりますので、ご病気なので管理ができなくなった時には役立ちません。また、プロベートは多くの費用と時間がかかるだけでなく、個人情報や家族構成、遺産目録などが項になるため、プライバシーが守られません。プロベートの手続きが完了するまで数年かかります。この間、遺産はすべて凍結されてしまいます。不動産がある場合は、管理費や固定資産税の費用が発生して出費がかかってしまいます。いずれにせよ、このプロベートを避けるためにトラストというものが作られます。ではこのトラスト、アメリカにはさまざまな種類がありますが、大きく分けて2つ種類があります。1つ、Revocable Trust、変更や撤回が可能なトラスト。2つ目、Irrevocable Trust、変更や撤回ができないトラスト。1つ目の Revocable Trust、変更撤回可能なトラストの一つに Living Trust というものがあります。今回のメインテーマはこのLiving Trust になります。Living Trust とはアメリカで所有する財産、例えば不動産、証券、預金、金融などの資産を入れておく大きな器だと想像してみてください。その器に関わる人は3人います。次の3人の立場の名前を覚えてください。1つ目、トラスター。これはセッター、グランターとも言いますが、この器を作る人、器に財産を入れる人、つまりトラストを作る人です。2つ目、トラスティー。トラスターに指名され、指示に基づき、この器、財産の扱いを管理する人、実行する人です。3つ目、ベネフィシャリー。この器から財産を譲り受ける人、遺産をもらう人になります。ご自分が元気なうちは自分で財産を運用して決定権を持つことができますが、何らかの理由で自分で管理ができなくなったとき、あなたに代わって管理・実行する人をトラスティーと呼びます。トラスティーは器の中身をトラスト文書の指示通りに分配しなければなりません。これがあれば、プロベートを受けずに財産や資産をスムーズに相続させることができます。この重要な役目を果たすのがトラスティーになります。トラスティーの存在こそが財産相続にあたって第三者機関である裁判所を通さない最大の理由となります。さて、ここでハワイ不動産の話がやっとできます。ハワイですでに不動産を所有されている方、これから不動産を購入を考えている方には、そして前回の配信の不動産名義でお話ししたように、購入した時から相続譲渡
を見据えて名義を決めるというのが大切というのがここにもつながってきます。資産管理ができなくなった時や相続など先を見越した所有形態を選び、時間もかかり大変な手続き、プロベートをぜひ回避してほしいと思っています。何かあってからでは遅いので、リビングトラストというものを設立するという選択肢もあるかもしれません。つまりリビングトラストで所有することです。リビングトラストにはハワイ不動産に限らず、アメリカ国内すべての資産、賃貸収入を入れていた銀行口座、その他証券、すべてこの器に入れることが可能です。プロベートの対象になるアメリカの不動産をはじめ、アメリカの金融資産、リビングトラストに名義にしておくと安心です。あくまでこれはアメリカ国内のものです。また、リビングトラストは日本国籍の人もグリーンカードやビザ、ハワイにいる人も国籍やステータスにかかわらず作成することができます。では最後にリビングトラストのメリット・デメリットですが、メリット、何回も言っていますが、プロベートを回避し時間と費用が節約できること。何かあった時や自分で管理できなくなった時にトラスティーがすべて管理実行してくれること。相続手続きが簡単、準備できているということ。すべての財産、そして財産分与が明瞭であること。個人の意思がしっかり反映し、プライバシーを守ることができるということ。デメリットですが、弁護士費用がかかってしまう。トラストの器の大きさにもよりますが、だいたい$4000ぐらいになると思います。また、変更のたびに書類を作り、その都度弁護士費用がかかってしまうかもしれません。また、たくさん財産のある方は、この器に入れる資産というのを収集するのが大変な場合もあるかもしれません。また、環境や家族構成などによりベネフィシャリー、遺産をあげたい人、残したい人が変わるたびに更新が必要になります。また、アメリカ国内のことなので、日本での相続とは別扱い、日本では別に税務手続き、税務の違いなので、日本での新たな手続きが必要になるかもしれません。また、日本において所有する財産をこのトラストに入れる場合は、また特別な扱いとなりますので、その専門の弁護士に問い合わせてみる必要があると思います。さて、ここでしっかり伝えておきますが、今まで分かりやすいようにトラストのことを器と呼んでいましたが、イメージしてもらいたくそう呼んでいましたが、実際のトラストは弁護士が作成する数ページにもわたる法的な書類になります。リビングトラストは遺言書と同様、ご自身がお亡くなりになった時の財産分割を明記した書類になります。遺言書と大きく異なる点は、生前に作成したトラストに相続対象の財産を移してしまうため、個人で所有している資産がない、相続の対象となる資産がないとみなされるため、プロベートを回避することができます。ご自身で管理できなくなった時も役立つということです。最後に大きな注意点があります。トラスト名義で不動産を購入した場合、不動産の売却代金はエスクロー会社より小切手もしくは銀行振込になりますが、その口座名はトラストの名義になっていないといけない。
そのために問題が生じてしまう場合がございます。前回の配信でお話ししたように、名義通りにエスクローは手続きしますので、売上金を日本に送金する場合、トラストというのは日本にないのでお勧めできません。アメリカでは非相続人、財産を残して遺産をあげる人が相続税を払う義務があります。日本では財産をもらった人が相続税を払うので相続税と呼びます。しかしアメリカでは財産をあげる人が税金を払うため、遺産税、エステートタックスと呼ばれています。夢のハワイ不動産、購入から相続まで見据えてきちんと財産を管理しておくのは本当に大切です。次世代、残された家族に迷惑をかけない、相続までを考えてハワイでの不動産の購入、所有を考えてみてください。どうでしたか？少しトラストとは何か分かってもらえたでしょうか？今回は難しい内容、難しい単語が出てきましたが、頑張って覚えてみてください。ここでちょっと受験用語じゃないんですけれども、私がちょっと考えた語呂合わせで単語を覚えるので、今日の配信をそれで終わってみたいと思います。じゃあ最初に Revocable Trust、 Revocable Trust、 レボ可能、変更可能、変更可能なトラスト。Irrevocable Trust、 Irrevocable、 変更不可能なトラスト。 Living Trust、 リビングルームにあるおっとラストの器プロベートでは取られない。プロベート、ベロでベっていう感じで裁判所に財産は取られない。プロベート。トラスター、トラスティー。英語では OR がつくと依頼主、EE、トラスティー、EE がつくと受け取る人という意味になります。そう、トラスター、あげる人、トラスティー、受け取る人。トラスター、器に財産を入れる人。トラスティー、財産を管理する人。最後にもう一度言いますが、トラストは実際は器ではなくて書類です。器に財産を入れるとは、きちんと書類に財産が明記してあるということです。beneficiary、benefit、ベネフィットとは得をするということですね。なので最後にその器からもらう人、ベネフィシャリー。エステートタックス。ちょっとこれはふざけてますね。ちょっと大丈夫かな。ちょっとそこもちょっと最後にふざけましたが、エステートタックス、相続でもらったお金を全部エステで使ってしまった。そしたら税金が払えときた。遺産税、エステートタックス、遺産税、エステに使ってお金がなくて税金払え、痛い税。ちょっと頭に入りましたか。次回は会社名義でのハワイの不動産を購入する場合についてお話ししたいと思います。今日はどうもありがとうございました。マハロヌイロア。いいのか？そ
ってください。最後よくわかんない。購入から相続まで見据えてチキンさてやってこダメ